4月から独身税導入、28年前に段階的に税負担額引き上げ、子育て世帯低所得、生活後に減税または免除、健康保険250から450円月々上乗せの強制税らしいです。現在の子ども出生率成果として導入したらしいですが、大切になると思いますが、イルクさん、期限が下がってください。日本の場合って、独身の人たちがお金がないから結婚しない。結果として、20代の結婚率が増えない。なので、20代の独身の人たちに負担を増やすことによって余計結婚が減ってしまうよねっていうのがあるので、なので、プラスになるかというとマイナス面が結構大きいんじゃないかなと思うんですよね。大枠として僕、子育て政策に税金を使うことは賛成なんですよ。ただ、子育て政策にお金を使うと、子育てにかかる費用の総額は増え続けるんですよ。これちょっと分かりづらいかもしれないので説明するんですけど、例えばじゃあ、子供が生まれた家庭に毎月5万円あげますってなった時に、多分その子供は塾に行くんですよ。これだけお金が生まれてる以上、塾に行かせた方がいいよねとか、じゃあ子供服にお金使った方がいいよねとか、子供の食費あげた方がいいよねっていうので、子供にかかる費用というのは、各家庭に5万円配ると、プラス5万円になります、大体。もちろんすげえ貧乏で食費も持たないですっていう人は食費もあるからそこまで子育て政策には回らないかもしれないですけど、基本的には子供に使う学費だったりの額が増えるんですよ。でそうなると独身の人たちから見ると、子供ってこんなにお金がかかるんだ、塾に数万円払って行かせなきゃいけないんだっていうふうに思っちゃうんですよ。なので独身の人たちから見ると、子供が生まれるとこんなにお金がかかるんだ、そりゃ怖いよね、子供産まない方がいいよねってなっちゃうんですよ。もちろん子供が生まれたら子供手当とかってこんだけの手当がもらえて、これだけもらえるわけだから、実態として払わなきゃいけない金額がそこまで高くないよっていうのがあったとしても、子供手当的な政策はなくなる可能性があるんですよ。で、なくなったとしても、みんながみんな塾に行ってるんだったら、塾行かせなかったら、いい学校に行けないから、学級崩壊とかしてかわいそうなことになるかもしれないよね。なので、子供に対しての費用を減らすってやっぱならないんですよ。なので、子供に対して政府が補助金を上げるというのは結果として、独身の人たちが子供ってお金がいっぱいかかるから、俺たちはまだ子供持てないよねという風になってしまうっていうマイナスの影響面があるんですけど、このマイナスの影響面っていうのが、統計的に出すとか、実態として数値化するがすごく難しいんですよね。心理的に今子供たちが持てない、子供が持てないと思ってる人たち、結婚してない人たちというのが、なぜ持たないんですかっていうのの、本当の正解を聞くことって結構難しいんですよ。別に子供もともと欲しくないと思ってますっていう人がいるんですけど、これってお金がかかるから持ちたくないというのを言い回しを変えてる場合もあるんですよ。じゃあ、油田が当たったら子供持ちますかって言ったら、油田が当たったらなら別に子供を持ってもいいよねみたいな。1億円当たるんだったら別に子供持ってもいいよねみたいな。っていう人って実は子供を持たない理由が経済的理由なんですよ。でもお金というのの制限があるから、この趣味があるし、僕は好きなこともしたいから子供を持ちたくないです。例えばじゃあ推し活がしたいです。ゲームがしたいです。バイクが乗りたいです。車が欲しいです。だから子供が欲しくない。これって本当はお金がないから子供が持てないという話なんですよ。優先順位で言ったら趣味とか仕事とか自由時間とかの優先順位でその下に子供だよね。でもこれってお金があったらこの優先順位上がるんですよ。なので普通にじゃあ今の子供を持ってない人に質問してしまうと、もっと優先することがあるから子供を持たないですってなっちゃうんだけど、これ実はお金がないせいで子供を持ってないという可能性もあるので、今の人たちにアンケートを取ってお金がないから子供を持てない、経済的理由で子供が持てないと言ってないから、じゃあ経済的な支援があったら子供が増えるかってそうじゃないよねみたいな話っていうのは間違いなんじゃないかなと思います。少子化対策って何かっていうと、20代の女性が安心して子供を産める環境を作ることなんですよ。不妊治療っていう30代の人たちがやるものって余計難しくなるし辛くなるだけなんですよね。30代になるとやっぱり子供生まれづらくなるよねとか、35超えると高齢出産になるよねっていうのがあって、子供を作るのであれば10代後半から20代のうちに作った方がいいよねというのは生物学的には一応確定している事実なんですよ。であれば少子化対策というので子供を作るのであれば10代の後半から20代の間に子供を作ってもらいましょう。なので10代後半から20代の女性が経済的だったり子育ての上だったりとかキャリアだったりとかに不安を感じないようにさせるということは、経済的に不安を感じるんだったらお金をあげましょう。
子育てに不安があるんだったら、助産婦さんつけてあげますとか、おむつを運ぶのを子供を産んだことのある人にして、毎月毎月おむつをこう手渡しするみたいなやって、子供を産んだ経験のある人にいろいろ相談できるようにしましょうとかっていうので、10代の後半から20代の女性が安心できるような社会的環境を作るというのが、僕が今のところ思う少子化対策で必要なことだと思ってるんですよ。でもこれ嫌でしょ、日本中の人。日本中の人、20代の女性と10代の女性にお金使うの嫌でしょ。お前ら金も使わないでチヤホヤされやがって、30、40になったら化粧もしなきゃいけないし、ファッションとかで考えると大変なのに、T シャツとジーパンだけでも出やがってムカつくみたいな、っていう感じで、本当にだから日本の人って10代、20代と嫌いなんだよね、女の人。これがね、どうなのかなっていうのが僕少子化対策として結構難しい部分なんじゃないかなと思うんですよね。エリクさん、独身税についてどう思いますか？なぜ社会的弱者からお金を取るのでしょう？少子化対策なのから余ってる税金を使って子供が生まれたらお金を配ればいいと僕は思います。配るほどのお金がないという話なんですけど、結局独身税という言い方で独身から取るのが良くなくて、普通に消費税を取りますよ。子供を持っている家庭にはその消費税を使いますよっていうだけで、独身からお金を取るってやらなくてもできるんですよ。同じようなことは。独身の人が不幸ですよ。不幸な人からお金バンバン取りますよみたいなやり方をしないでも実質的に同じことはできるのに、なんでそういうやり方をするんだろうと思いますか？なので、独身税というのではなく、子供を産んだ人、子供を産むと、日本人って大体生まれてから死ぬまでに平均生涯賃金が2億3000万円、大卒だと2億7000万円、大体それぐらいなんですよ。2億円ぐらいの賃金もらうと、大体納税額でいくと4、5000万円ぐらい納税するんですよね、平均で。1人産んだら大体4、5000万円分の納税額があって、2億円ぐらい GDP 増えるんですよ。税じゃなくても飯食ったりとか家賃払ったりっていうのお金が回るので、子供を産むというのをやってくれた方が、やらないとそもそも日本国というのが成立しないんで、日本という国が外国人が住んでもいいんだよねと考えがもあるんですけど、日本民族が維持する日本国というのを維持しようとすると、やっぱり日本人の子供を増やさなきゃいけないねってなるので、日本人の子供が生まれると、大体納税額としては5000万円ぐらい。で、GDP としては2億8000万ぐらいまで払ってくれるので、なので子供を産ませた方が得だよねというのがあるので、子供を産んでくれる人を手当をどんどん増やしますっていう形でやればいいので、別に独身に対して税金をかけますっていうのはやらなくていいんじゃないかなと思います。子ども家庭庁の予算を子ども1人1000万円単位に直すと73万円になります。絶対配った方が人増えますよね。これがね、結構ね、難しい問題で、僕は増えるんじゃないかなとは思っていて、子供を産んだ家庭に1人1000万っていうのは言ってるんですけど、この文脈と一緒で子供を産んだ家庭に対して支援をするというのは正しいよねという論理があるんですよ。高校教育無償化とかって子供がいる家庭に対しての負担を減らすわけじゃないですか。子供手当とかも子供の生まれた家庭に対して支援をしますと。日本で起きている少子化問題何かっていうと、20代が結婚しない問題なんですよ。20代が結婚しない問題をもうちょっと細かく言うと、20代で男性が年収500万以下の人が結婚しない問題なんですよ。20代で年収が600万円700万円の男性がね持ってる場合は結婚率っていうのは高いままなんですよ。で、昔昭和の時代とかは男性はそこまで収入が高くなかったとしても結婚していたんですよ。なので奨学金とかで大学卒業するときに奨学金っていう学士論で借金をしてるからそれを返してもらわないけど結婚なんかできないよねとか、生活コスト高くなってるからそもそも結婚して子供産んでとかできないよねっていうのがあって、生活に余裕がないから結婚しないっていうところが実はスタートしてるんですよ。逆に結婚してる人も子供のいる割合というのは昭和の時代とそんなに変わらないんですよ。結婚さえしちゃえばなんだかんだ言って一緒に住んでなんだかんだ子供生まれちゃうんですよ。なので20代の年収が600万、男性が600万いってない人たちにどうやって結婚させるかというのが出生率を上げる上では結構キーポイントになるんじゃないかと思われてるんですけど、子ども家庭庁の子供1人いくらっていう形にしちゃうと産んだ人に対しての支援なので、結婚しない人に対しては結婚しようっていうモチベーションにならないんですよね。なので子供作る気で結婚しちゃってる人っていうのに関しては支援しなくてももうそもそも結婚して子供向きだよねっていうのになったりするので、僕はやった方がいいと思いますけど、ただ厳密にそれが本当に効果あるのかっていうのはちょっとやってみないと分かんないかなっていう気がします。子ども家庭庁とか公金中中トレーニングと思うんですが、無駄遣いキックバック裏金3期より毎年6兆も7兆も使って少子化一切止まらないどころか過去最低更新つけてるんだから、新生児70万に1人当たり500万枚とし上げるとか、20未満の人口1710万人に1人当たり50万枚とし上げるとかやった方が国民家庭庁より金の流れがいいと思うんです。どう思いますか？はい、僕もそう思います。裏は取ってないんですけど、ツイッターで流れてたやつで少子化対策広報予算とかで電通に数億円とか流れてるんですよね。
入札をしたので、博報堂とかも入札してると思うんですけど、どうやって少子化対策をするかというより、広告代理店にお金投げればいいんじゃねみたいなので、広告代理店にお金投げるという方向に子ども家庭庁のお金が使われてるらしいんですよね。僕もその子供を産んだ人にお金をあげるとか、子供を産もうとしている家庭にお金をあげるとかっていう形の方がいいと思うんですけど、でも広告代理店にお金投げるとちやほやしてくれるんですよ。例えば東京都のプロジェクションマッピングも10億円ぐらい使ってんだっけ。広告代理店博報堂だか電通だかに11億とか払ってるんですけど、あれやるとテレビが小池さんの悪口言わなくなるんですよ。テレビっては電通博報堂のコントロールが割と効いてるというか、広告枠自体電通と博報堂が買ったりするので、そこでいや小池さん悪く言っちゃったりするとちょっとスポンサー枠取りづらくなりますよみたいなことを言うと、じゃあ小池さんワクチンのやめようみたいになったりするんですよね。日本の政治家ってすぐ電通とか博報堂とかにお金を払おうとしがちなんですよ。結果として子ども家庭庁の予算もそういう方向に使われてるんじゃないかなっていうね、口止め料としてこう払われてるんじゃないかなみたいなのがあって、僕子ども家庭庁というか子ども庁自体は賛成なんですよ。菅さんがもともと子ども庁を作ろうっていうので、子どもを産むということを少子化を対策するというのをやろうということは賛成だったんですけど、統一教会の支援をしている自民党の議員たちが子ども家庭庁という形で家庭という言葉を入れたんですよ。でその結果、子供が増えることに対してお金を使うのではなく、家庭に関してお金を使うよねっていう形にして、子供以外にお金を使える枠を広げたんですよね。その結果、幸せな家庭という形の広告みたいなのでもお金が落ちますとか、広報でお金が落ちますみたいになって、子供庁というものが悪いというより、子供庁というのを子供家庭庁に変えるとか、子供を増やすということ以外にお金を使えるようにしてしまったっていう枠組みとか、子供家庭庁長官にもかかわらず電通と学校堂にお金を払うという決定をした三原純子さんだっけ、タレントの人っていうところが悪いだけで、子ども庁の考え方自体が悪かったわけではないんですけど、結構子ども庁が悪いという言われ方をしちゃうんですよね。なので本来作る時の意思としては悪くなかったけど、その後に関わった人たちが骨抜きにして悪いことにしてしまったって話かなと。統一教会はね、すぐ家庭っていう言葉を入れたからですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。